さて、動物の森とハデスが融合したような作品がついに正式版発売とのことで、このゲームは買いなのか、今回はリンクドバナーオブザスパークの紹介を行います。こちらまたかなりおすすめの作品です。言うなれば動物の森の街作りゲームに対し、素材集めはハデスのようなローグライトアクションで行うゲームです。私は64の初代動物の森から大ファンで、そこから4作くらいはいずれも相当遊びました。カジュアルな街作りゲームでもあり、初めはほぼ何もない木や川があるくらいの一定の広さの土地にランダムで動物たちが引っ越してきます。プレイヤーはその動物たちと交流を図ることで何かをもらえ、中には今までにない家具といったアイテムを入手できたりします。一種のトレハンゲーです。それにより独自の可愛らしい部屋を作り、街並みを整え、理想の村を作るというのが一つの遊び方です。そしてもう一つはお金を貯めて借金を返済するという要素もあります。木の果物を採取し、地面から化石を掘り当て、魚や虫を捕らえ、店で売ることで少しずつ借金返済に充てられます。それによりより大きな家が買えたり、これまた村が発展していきます。また時間や季節の概念もあり、それに伴いイベントも発生します。それとフレンドを自分の村に招待できるという要素もあります。これにより皆自分の精魂込めて作った街を自慢できるわけです。といった動物の森の街作り要素、まず主軸として取り入れたのが今回のリンクドバナーオブザスパークです。動物たちの引っ越し要素があるかどうかはわかりませんが、それ以外の要素はほぼ近いです。木を揺らして果物を取ったり、魚影を見ての釣りもあります。その上で今作は素材を集める部分としてさらにローグライトアクション要素を追加しました。動物の森は基本ゆったりと過ごす作品でもあり、待ち時間が発生することもあります。本日できることはやりきったので、また次の日に遊ぼうとなります。しかしリンクドバナーオブザスパークでは待つ部分をアクションゲームで楽しめるようにしました。敵を倒して素材を集め、経験値的なポイントを貯め、村の発展を行います。いわゆるスローライフではなくアグレッシブライフへと変えたわけです。もちろん村でも素材集めはできるためスローライフも可能かとは思いますが、アクション部分も楽しめるというのがこの作品の最大の売りです。そして戦闘面がかなり面白いシステムになっています。ただの連打ゲーではなくリズミカルに戦えます。それを可能にしているのが基本アクションであるワイヤー操作です。ワイヤーは万能的に使います。主にそこらのものを掴んで投げて攻撃できるほか、敵も同様に掴めます。小さな敵は掴み、崖から落として一発で倒したり、大きめの敵は赤炉みたいに隙をついて体勢を崩せます。またワイヤーにもスキルが多々あり、アンロックすることで使える内容が増えます。ワイヤーの長さを増やすとか、掴んだ後それを軸にプレイヤーを回転させて範囲攻撃するとかです。アンロック用のポイントは村の住人と仲良くなることで得られます。ここで街作りとアクション要素を一つ絡めてきています。他にもワイヤーは釣り竿や虫取り網代わりにもなります。魚が水面から跳ねた時に掴むとちょっとしたミニゲームが始まったり、謎の虫のような生物が村を逃げ回るため、それを捕まえてコレクションできます。それと住人と仲良くするための一つの方法として、その住人からもらえるサブクエストをこなします。結構ひっきりなしにクエストは発生するため、待ち時間はなるべく発生しないような作りになっています。常に行えることが豊富にあります。サブクエストは戦闘のほか、街のガラクタを掃除するとか、椅子や街灯、道を作るといったものまであります。加えてまた戦闘の話に戻りますが、装備品はディアブロ風の戦利品システムを採用しています。ローグライトなので装備集め要素はありません。毎回クエストごとに初期武器から始まり、ミッション中に次々とランダム性能の強い武器が出てくる形態です。持てる武器は一つまででかなり種類があるため、特化引っかえ使うのがおすすめです。より多彩な戦闘が楽しめるし、それを押すような作りにもなっています。新たな武器がドロップした際、現在のものと比較でき、どちらを用いるかはさっと判断つきやすくなっています。武器レベルやそれについている能力にもレベルが備わっており、不要な方は解体して素材にできます。またその武器につく能力はスキルとコアとで2種類あり、コアだけを取り出して現在の武器につけることができます。コアは例えば敵を凍らせるとか毒攻撃を与えるとかです。コアレベルが高ければそのコアだけを現在の武器に取り付けても良いし、武器ごと差し替えても良いです。この2段階構成のモッド差し替えシステムがとても秀逸です。
他に罠システムもあります。ローグライトで上から見下ろし画面ということで、ハデスを上げましたが、武器と罠部分はカースオブザ・デッド・ゴッツの方が近いです。設置されている罠を活用し、敵を攻撃できます。そこに生きてくるのがワイヤーアクションです。罠に物を投げ込み、起爆して巻き込んだり、直接罠に敵を放り込んでも良いです。また敵は基本ハイパーアーマー持ちで、ボタン連打のガチャプレイはできません。代わりにどっちのクールタイムはないため、そちらをタイミングよく連打して避けるゲーム性です。敵の連続攻撃は激しく、数が大量に出てくると結構やりごたえが出てくるバランスです。しかしワイヤーとドッジを駆使し、見事全ての敵をさばけた時、達成感はかなりあります。戦闘面がまず面白い上に、なおかつ素材集めも並行して楽しめ、街作りにつながるという全てがリンクした作りになっており、アクションと建設、両方が好きな人には特に刺さる作品となっております。やりごたえも抜群です。そんなリンクドバナーオブザスパークですが、2025年5月23日に早期アクセスが完了し、正式版になりました。まずコンソール対応として PC のほか PS5、Xbox でも遊べるようになりました。またメインクエストが最後まで遊べるようになりました。クリア後はとことんこだわりの街を作ることになるのでしょう。それとランダム生成ダンジョンが追加されました。鍛えたキャラで遊べるエンドゲームっぽいです。さらによりスローライフとしても遊べる難易度も追加されています。戦闘面がどれくらいの比重になるかはわかりませんが、とても簡単になってるのか、あるいは素材が集まりやすいのかもしれません。その他コスメティック機能も充実しており、衣装がさらに追加されました。初めからかなり色々な服が着れます。ゲームを進める上でも増えるものはありそうです。あとはさらなる武器やクラフト、敵やスキルが追加されています。ますます多彩に遊べるようになっているため、気になる方はチェックしてみてはいかがでしょうか。定価は2570円となっており、このゲーム性にしてはかなりお手頃です。というわけで一体どんなゲームシステムなのか、実際にプレイした様子をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。リンクドバナーオブザスパーク。まずはキャラクリのようですね。性別はないのかな。これにすると女性っぽい体つきになるんですかね。髪の毛は相当ありますね。57種類。さあ次は、これなんかあんの？ほら。これどっちか。誰かいるぞ。大丈夫か。いろんなキャラが捕まってるけど、いずれ助けられそうだね、これは。お、敵だ。よし、掴め。掴んでどうするんだ。おう。投げ飛ばせる。これ結構ユニークですね。この操作は。普通に攻撃はできないの、しかし。ほら。何でも掴めんのかな。結構いろんなものが掴めますね。そこらのオブジェクト。エリアは全部で6階かな。これお宝。よっ。お、バディブレード。これ装備か。武器システム。四角で攻撃。長押しでチャージアタック。これ攻撃か。4段切りくらいか。おお。それ長押し。今貯めました。貯めることで。突っ込んでこいかな。途中つかみを混ぜられるのかな。うん、混ぜられますね。いろんな連携技ができそうだ。次は、強化武器システム。三角で使える？スキルかな？武器の。暗い。おお。ワールウィンドウ。それライフ。それ敵のライフ。点滅アイコン。その時に掴んでから、もう一度素早く離すことで、ボットバン。バガすのかな？体力の少ない敵は。で、バラバラにして、ボットパーツを奪える。で、それをさらに投げられる。掴んで、ボットバン。あ、ボットバンした。で、部品が掴みますね。確かにね。ボットバンだ。おれん。ああ。爆発したからといって、爆発に巻き込めるわけじゃないのかな。トラップもあるようだね。地面上に。これ、敵もハマるのかな。あ、かかってますね。私も食らったけど。危ない。こいつはさすがに、掴めないようだね。今、掴みましたね。隙があるのかな。その時に掴める。うん。攻撃後がチャンスのようだね。さあ、ここが今から街を作る場所でしょうね。こんな景観になってると、元は。まずはお店。たぬきちでもいるんですかね。彼女を探しに行く。マルチプレイヤーも可能である。
で、これなんか落ちてるけど。素材にできんのかな？掘ったことで、なんか、いろいろ入手しますね。空き缶とか。いや、アルミニウムだと。ここかな？お店は。これどうだ？なんかの、設計図っぽいけど。全体みたいな。マップモード。これで見れる。あれが目標かな？どれくらい広いんだ？こんな感じだね、広さ。結構広いね。マップは固定なのかな？ランダムとかではなくて。これなんだこれ。アップグレードが必要である。ポイントを貯めて、ここに注ぐことで、技を覚えるのかな？これ戦闘用の能力っぽいね。これライフ回復。マルチヨか。これはシールド。一番右は敵の注意をそらす。かかしかな？じゃあまずはパワースラム。これを取ってみよう。戦闘のパッシブ、タウンのパッシブ。いろいろあるっぽいな。戦闘コース設定、ソロかマルチ。まずは一番上、武器職人。これを助ける。難易度もあるっぽいね。で、ミッション報酬。これらが得られますと。あ、ミッション受けたのかなこれで。受けた後に、これか。ミッション開始。左下にいろいろ表示されてますが、丸で技が使えるんだ。で、これは武器かな？お、クロックワーク、カトラス。ダメージ40。スラッチ確率 5%。スラッチってなんだろうね。一撃で倒すとかそういう話かな。で、コアヒットで敵の移動速度、攻撃速度を遅くする。これはランダム能力かな。と装備しよう。で、いらないものはスクラップはできる。右で。この素材になるんでしょうね。で、この武器は多分暫定ですね。毎回。敵やるぞ。よし。こいつら倒そう。おら。今んとこ敵の攻撃をかわすには、どっちしかないかな。うん。敵の攻撃はやまないから。ハイパー持ちだからね。絶対に避けないと厳しいね。雷マーク表示されたり。で、そこを掴んで崩して、決めていくと。連続技をね。あとは背筋をぶつけまくる。この野郎。この参加技は、突っ込んで切りますね。よし。爆発だ。クリア。ミッション1は簡単になってんのかな。で、これ引っ張ると。よっ。うわー。これで鍛冶職人が街に来てくれんのかな。で、これが報酬であると。シンプルで、テンポ良くていいね。わかりやすい。ニッケルとショップを拡大。ミッションをクリアして、お店がでかくなるんだ。内部も発展するんですね。今何売ってるんだ？素材売ってるんだ。もしくはなんか売れるっぽいけど。これは売れるっぽいね。まずは火事場を作ると。ビルドモード。上で、スミシーの火事場。背景のある場所に置けないっぽいね。まあ、とりあえずこれにドンと置くか。ドーン。再配置はできるのかな？あ、できるっぽいね。これが火事場である。武器をアンロックするのかな？レベルってあるね。初めから鍛えた武器を持ってけんのかな？ゲーム内にね。もしくはモッドレベル、ユニーク、上空シャベル、チャージアタックで敵を浮かせられんのか？買ってみた。この2つは買えるのかな？素材は足りてる？とりあえず、トンカチ作ってみた。次は火事ポータブル。火事ポータブルを作るの？この内部では作れないのか？ここら辺は作れないっぽいね。ここからだ。ポータブル火事は簡単にアクセスできます。パワーツール。これか。大石切り株、金属の塊。それをどかせる。取ってみた。他には、これ取って良さそうだね。タウンツールフル速度。ちょっと安いの買っとくか。ワイヤーダメージアップ。最大ヒットポイントアップ。あ、これいけそうだね。重量の概念とかあんのかな？特別ルール。ミッションに特別ルールがあるかどうか。新たなチャレンジや制限、メリットが追加される。モディファイアかな？ミッションの。で、特別ルールに武器の制限がある場合、ミッション用の貸し武器、強い武器は入手できるんですかね？ああ、しかし、街のこういうね、ゴミ片付けを、無心にやっちゃいますね。これはなんだ？お、あ、木枯れそうだね、これね。枯れたらまずいかな。揺らすと木の実が取れる。お、またなんか出てきたね。動物みたいの。ほら待て。あ、違う、そっちじゃない。ふい、やつかんだ。おお、なんか入手したよ。アンコモン。月明かりのスターボット。まだ謎が多いな。うん、この辺まさに動物の森だね。
木を揺らして果物を回収する。魚がいるぞ。ああ、この魚影。魚っぽい。でも釣り竿が必要なのかな。あ、でも飛んだ時なんか取れそうだよね。ワイヤーで。今だ。あ、やった。掴めた。あ、なんだ。あ、釣りゲーム始まった。おー、やったー。ぶつもりだー。なんか武器の設計図がもらえるらしいよ。魚を集めることで。ショップの在庫はなくなった？アイテムを売却する。5000ビッツ相当のアイテム。5000ビッツね。リンゴとか売って良さそうだよね。魚とかも、いくらでも取れるのかな。ああ、まあ、ここら辺が、タヌキチか。借金を返すわけではないけどね。ここでは武器が交換。スパークパワー。ダミーで練習できる。さらにスミシーもいるんだ。連続 KO。コンボが繋がるとスクラップが入手できる。現状の武器はこれだが、ここで技は変更できるんだ。回復。そしてパースラムでいいや。武器は変更できんの？もう一つありますね。クロックワークカトラス。こっちはモッドが一個ついてるね。剣以外もある？あるね。初めからたくさん持ってるね。銃もある。あ、銃も使ってみたいな。これにするか。まあ初期武器ですね。このミッションをこなすための。お、かなり連射できる。貯めると。おお。貯め打ちになるんだ。弾は無限でいいのかな。おお、吹き飛んだ。三角。今なんだ？技を使ったね。この武器の技っぽいけど。あとまるでパワースラム。範囲攻撃だね。で、ここでモッドが追加できる。モッド追加、モッド追加、モッド追加。これは無料アップグレードみたいな感じか。初めの。だんだん理解できてきた。これで開始？こっちはなんだ？マルチ用かな？誰か仲間を集えるんですかね。いや、住民が必要って書いてあるね。一緒に連れてけんのかな。お宝。いきなり武器を入手したけど。どっちがいいのこれ。これは比較か。右の方。ああ、武器一緒か。純粋に右の方が武器コアがついていてね。能力高そうだね。コアヒットしたコンボットが自分のために戦う。5% の確率。というわけで交換するか。これ装備。不要なものをスクラップと。まず撃っていこう。かなり連射が効きますね。これは宝箱か。アーマー。おー。危ない。ああ爆弾をつかめる。しかしライフは減りませんでしたね。ここで1ステージクリアごとに強化できる。もしくはアップグレードできる。素材率を上げるか。威力を上げるか。これライフ回復か。素材率を上げよう。まだ序盤だからね。食らうことはないでしょ。敵の弾は背景をハイライトしませんね。これ難しいなこれ。敵はハイライトされるのに。ワイヤーでの戦いが相当面白いね。で、ここでなんか変えるよ。まずアーマー拾う。さらに剣に変えるかどうか。もしくはコアを抜き取れる。ちょっと抜き取ってみたが敵やってきたな。まあ倒すか。とりあえずコアを抜き出してみようか。コアが入れ替わったんですかね。なんか敵が戦ってくれるみたいなね。コアがついてましたが。これは敵が錆びるのかな。これはレベル2だね。どんどん変えた方がいいのかな。ダメージは下がるけど。レベル優先で使ってみようか。まあいろいろ使えた方が面白いからね。なんだこれ。おお。突っ込みようか。サーフィンのように戦いますね。で、これのコアは氷。コアもパーセンテージで見た方がいいのかな。で、この武器は能力が2つついてるね。かなり爽快だねこれ。移動速度上がるし。めちゃめちゃ攻撃できるよ。おお。フレンドチップ。チップとワイヤーアップグレード。住民からフレンドチップをゲットし、住民と仲良くなると強化できるみたいな話かな。ワイヤーアップグレードショップ。現在30チップ持ってると。で、一番上取ってみようか。3つあるけど。調整。放り投げる速度と距離がアップする。一つ取ってみた。ワイヤーアタックコンボ。掴んだ後に、なんか振り回せるよ。汎用だね。これはなかなかでかいな。角度は変えられんのかな。あ、変えられますね。室内デザイン。まだ自分の家がそういえばありませんね。お、ここは自分の家か。見た目も変えられる？あ、ここで変えられそうだな。現状囚人の服なんだ。色を変えよう。ボルトジャンプスーツカラー。ちょっと緑が多いかな。それ以外はスタイル。これにも変えられるっぽいね。
結構たくさんあるね。忍者スタイルもあるよ。おう、忍者。さらにヘッドウェアとかもカスタマイズできますね。おう、いいね。ニューベガススタイルにできそうだな。バックパックもあるぞ。それゴージャスだね。ここまでいろんなものできるなんて。まずは道を作れる。どんな感じなんだこれ。こんな感じ？ここはこういう風に繋げられるんだね。建物の下にも置けますね。かなりこれはお好みのものが作れそうだね。相当自在じゃないか。家が買える。しかし、お金が足りない。圧倒的に。もっとミッションを進める必要がありますね、これは。さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方は、ぜひ購入して遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。